う、でも、こんにちは。でも、ネイバーズ坂へようこそ。パーソナリティ、香りです。サラです。フランス留学まで、あと31日。キャー本当ですね。はい。毎回およそ15分。この前はね、40分ぐらい行っちゃいましたけど、私たち2人が日々の気づきや留学、異文化について語らい、緩やかに海の向こうを目指していく、そんなトークプログラムとなっております。はい。わー、ついに今日ね、新しいまた試みで、それぞれ別の場所から入っている。うん。そうですね。あなたは今どちらに、サラはどちらにいらっしゃいますか？今私は、はい、相変わらず、ハワイと言いたかったんですけれども、ちょっとまあ、いろいろありまして、今、引き続き、ソーシャルアパートメントの自分の部屋で撮っております。あ、あら、そうなんですね。ちょっと、私、この1週間ほどですね、関西の方に帰っておりましてですね、神戸付近にいるんですけれども、はい。ですので、ちょっと、なぜね、どうですかの話もちょっとしたいところなんですけど、なぜちょっと、なんかハワイにいらっしゃらないんだ、みたいなところ、気になる人いるかもしれませんよ。どうですか？いや、ちょっと聞いてくださいよ。まあ、ビザの申請をしているって前回話したじゃないですか。で、まあ、ビザの申請自体大体まあ2ヶ月、3ヶ月ぐらいかかるもので、一番最後の最後にフランス大使館に行って、まあ、申請書類一式揃えて出して、まあ、その後郵送でパスポートが届いてくるっていうのをちょっと前回かな香りがやってきましたよみたいな話もしてたじゃないですか。そうですね。アップデートでお話をしました。はい。はい。そうですね。それの、私も同じ手続きを踏むところだったのですが、もう本当にポンコツが出ましたね、今回。あの、パスポートを、いや、本当笑っちゃいけないんですよ。笑い事じゃないんですけど、もう笑うしかないんですけど、そう、パスポートを、コンビニのコピー機に、まあ、コピーを取んなきゃいけなかったので、スルッと入れたところ、そのままスルッと頭からも抜けてしまい、あら。あ、もうね、コピーをしたことでやっぱ満足しちゃうっていうところありますけど、人によっては。うん。恐ろしそう。もうね、よっぽど満足したんでしょうね。取ることを、回収することを忘れて、そのまま電車に乗り込み、大使館に乗り込みに行ったっていう。やばい。やばいやばいやばい。怖い怖い。やばいやばいやばい。怖い怖い怖い。もう気づいた時も肝が冷えて。いや、そうですよね。で、まあもちろん、大使館に入れませんから、パスポートがないと。あ、そっか、ダメ元で、あれですね。ダメ元で大使館に、まあ、忘れたことに電車の中で気づいたんだけども、ダメ元で大使館に行ってみたよってことですね。ええ。行きました。はい。とりあえず大使館まで行って、一番、こうなんですか、入り口のところに警備員さんがいらっしゃるんですよ。で、警備員さんの方に、まあ、こうでこういう事情があってとお伝えしたところ、まあ、それは心配してくださって、いや、すぐに戻った方がいいですよ。パスポートなくしたら大変ですから、もうすごい、もう人柄の良さが際立って。いやごもっとも、ごもっともですけど、まあ、入れないですよっていうことですね。優しくしていただいたんですけど、まあまあまあ、そこはルールとして。そうですね。はい、入れませんということで、きっぱりと、お断りをされまして、はい。っていうところですね。まあ、ただ、なんでしょう、そこをね、なんでしょう、重要な気づきもあったんじゃないかなと思うんですけど、皆さんね、いや、そうなんですよ。あの、そう、絶対、皆さんは絶対こんな失敗はしないとは思うんですけれども、一応、こういうこともあるかもしれないので、本当に、ダブルチェック、トリプルチェック、前日の夜までには必ず全ての書類を全部集めて、ちゃんとカバンの中にしまうこと。あとは、そうですね、まあ私、本当にポンコツだっていうことを自分で分かってたつもりだったんですけれども、まあ、改めて本当に自分の見積もり、詰めの甘さみたいなところは、まあ、ポジティブに言えば、そう、日本で気づいてよかったねって。
いや、本当ですよ。今回ね、その冒頭で、あら、サラさん、ハワイにいらっしゃらないんだっていうところからこの話になりましたけど、まあ、そもそも、そのパスポートの今話してくれたことがなかったとしても、ビザの発行がされてですね、パスポートがお手元に戻ってくるまでの時間を考えるっていうところも必要だったっていったところがあったのかなと。そうですね。本当にビザの申請って大事なので、スケジュール通りに、いかないことももちろん考慮した上で余裕を持ったスケジュール、当たり前のことなんですけれども、もう詰め込みすぎない。なんかあまりにも自分の理想、やりたいことを詰め込みすぎて、身動きがね、何か一つ欠けてしまった時に全部のスケジュールを今、また動かしてるんですけれども、そんなことにはならないように、ちゃんとバッファーを持って入れておく。で、もう一個ね、大事なことが一個ずつ一個ずつ決まっていけば、おのずとね、予定ってどんどん詰められるようになりますから、最初から本当に、詰め詰めに入れないということを今後自分の心に刻み生きていきたいと思います。いや、もう素晴らしいですよ。もうなんかもう悲しい感じで語るわけじゃ語らずに、もう皆さんこれね、仕事をされていて、一つの大きなビザ申請的な大きなタスクがあったとして、それに必要なスモールタスクがあると思います。まあ一つがね、パスポートをコピーするだったと思うんですけども、じゃあ申請して、そのビザ授与までにどれぐらいかかる、何で、他何々をコピーするとか、いろいろこうね、一つの大きなタスクにスモールタスクが10個ぐらいありますってよくある状況かなと思うので、その一つ一つの小さなタスクを行うためには何をどこまでにやらないといけなくてっていう、こう WBS 的なワークブレイクダウンをしていくっていうことは皆さん日々やられてるところかなと思うので、改めてそのね大切さをサラが気づかせてくれてる皆さんにというところでアップデートとしていただいてありがとうございます。いえいえいえ。そうですね。一個、多分皆さん WBS 引かれてると思って、私も実は今回引いてはいたんですよ。ただ、致命的に抜けてたのが、大きな行事だけではなくて、その大きな行事のために、香織が言ってくれたように、本当に準備している一個一個のそのタスクの期限まで、ちゃんと落とし込んで入れる。準備をする準備のその時間までもカレンダーに入れておくっていう、その徹底ぶりは、一つできたことかなってすごく私は思うので、はい。そこはぜひ、ビザの申請と言わず、本当に多分、普通に生きてる社会人の方々、マルチタスクで、本当ご家庭のある方々もね、いろんなイベントを抱えてらっしゃるかなと思うので、そんなマルチタスカーな皆様、ちょっと一緒に切磋琢磨していければなと思います。はい。はい。いや、ありがとうございます。我々もね、ここからフランスに行って、大学院に行ったら、また、様々な課題があると思いますから、そこで同じようなことが起きないように、改めてうまく WBS を引きながら、スモールタスクにも期限つけてやっていきましょうというところで、ね、あ、忘れてた。やっていきましょう。もう一個ね、私たち、大事なアップデートがあるじゃないですか。サラさん。はい。そうなんですよ。どうしますかおりさんから言いますじゃあ。うん。あ、じゃあちょっと言っちゃいますね。ありがとうございます。アップデートとして私たち、SNS 系のご報告がございまして、私の方では、インスタグラムを開設をいたしました。香りのですね、インスタグラムですね、ネイバーズ坂用のものとなってますので、香り in ネイバーズ坂って検索いただくと、出てきますので、ぜひ検索してフォローしていただいてメッセージを送っていただきたいなと思っています。はい。はい。わー香り、アカウント名が香り in ネイバーズ坂。そうですね。はい。また、なんだろう、どこかに貼り付けた方がいいかな。またそこはね、おいおい、皆さんの、意見とかいただきながら、ブラッシュアップしていこうと思います。うん。うんうん。だからとりあえず一旦概要欄とかに入れときましょうか。はい。そうしましょう。ありがとうございます。そして、サラの方は
私の方はノートのアカウントを開設しております。おー、素晴らしい。もともとね、ノート、ノートとか文章を書いていくのって結構好きなんですね、サラ。そうですね。仕事柄やっぱり、活字を使って、情報を伝えていくみたいなこともあるので、ちょっと今回ノートを通じて、やっぱりこう口頭で伝えられる情報もあれば、やっぱり書き留めておいた方がいいこととかもあるかなと思ったので、一旦、ちょっと更新頻度とかはまだ決めてないんですけど、アカウントだけ作りました。素晴らしい。ね、そちらのリンクも概要欄の方に貼り付けていくというところで、ぜひ、それぞれ私たちの、なんだろう、YouTube のアカウントと Spotify のアカウントとっていうのはあるんですけれども、各個人でも各々アップデートしていくところも楽しんでいただけたらなと、私たちもね、まず自分で楽しみながらやっていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。というところで前段でもね、結構学び、私たちの中でも、まあ、皆様にも少しあると嬉しいんですけど、学びがあった話をさせていただいたんですけど、今日のテーマはというところで、私たち、私はもう引っ越しの手続きをしちゃったんですが、サラさんも来週引っ越しをされるというところで、ソーシャルアパートメントでの生活を振り返る会、ソーシャルアパートメントで住んでみてよかったっていうテーマについて話したいなと思っております。いいですね。まあ、住んでみて良かったこと、あんまり私の場合はないですけど、もうちょっとこういうこともあったらよかったなみたいなことも、ざっくばらんに話しましょうか。うん。じゃあ振らせてください。サラさんはどうでしたか？まずソーシャルアパートメントで住んでみてよかったな、あとはこういうこともやりたかったなみたいなところ、まだ卒業ちょっと手前ですけど。確かに、あと1週間。私は、今このソーシャルアパートメントに住んでるのがだいたい3年近く。そうですね。満3年ですね。そう。結構、ソーシャルアパートメントもなんかソーシャルアパートメントっていくつか、系列みたいなところでいくつかあるんですけど、私たちが住んでるところは、あの、共用部と、あと一応自分のパーソナルスペース、専用スペースの中にも水回りとかトイレ、何ですかキッチンとかもちゃんとあるので、全然もともと独身寮だったところを改装してるので、全然一人でも住めますし、共用部に行かなくても生活はできるし、もし、人と集ったりとかするのが抵抗感ない方だったら、もちろん共用部で立派なキッチンとか、ビリヤード台とかもあったりするので、すごいワイワイできますし、ワーキングスペースもあるようなところなんですけれども、本当に私は多分全ての施設を誰よりも使った気がします。いや、素晴らしい。これぞもうね、教養、私たちちょっと補足として教養部の部分にも教育費としてお金払っているので、まあ、約1万数千円ぐらいですかねが共用部分の使用代として毎月引かれているので、そういった点でも使い倒すのは正解かなと思ってます。本当そうですね。全員、入居した人たちは全員あれですよね、共用公益費っていうんですか？うんうん、共益費か。出してるけど、そう、意外とあれなんですよね。70人以上多分住んでるはずなんですけど、よく共用部使ってる人って多分20、30人ぐらいなんですよね。そうですね、本当に全体の4割はいないかな、4、うん、くらいでしょうか。お会いしたことある4割の方々、ないしは、半分いるかもしれないですけど、4割、5割の方々のうちでも、そのいろんなフェーズがあって、毎日降りてくる人もいれば、それこそ1ヶ月に1回降りてくるかな、どうかな、みたいな人もいて、ね、グラデーションになってるっていうところなので、ね、なんだろう、どれが正解っていうわけじゃないんですけど、みんな心地いい、はい、頻度で降りながらっていうところかな。そうですね。本当に、無理なく、私ももちろんあるんですけど、今日はもう一人で過ごしたいわっていう日が
全然連続しても生活はできるし、逆に言うともう本当に今日はパーッと誰かと飲みたいって思ったらもう許容部に行けば誰かとすぐに飲めたりするので、その気軽さ、予定の組みやすさ、こうフラッと何も用事がないけど人と話したいってなった時にすぐに集まれるその気軽さがすごい私は本当に救われる場面たくさんあったかなと思ってます。いや、私もそれは同意ですね。本当に何か予定を入れるってなると、そのプライベートの予定を平日にとかね、お仕事をした後に、あ、じゃあどこで待ち合わせする、どこのお店予約する、あ、ちょっとしんどいってやっぱなっちゃうじゃないですか、お仕事終わった後だと。でも家に帰れば、じゃあ寝る前のもう本当に1時間数十分かもしれませんけれども、まご飯食べるなり、一緒に何か映画を見てみるなり、何かただお茶飲んでおしゃべりするなり、あのざしっかりとした予定でなくてもふんわりとね、いい夜を過ごすみたいな感じで、あのね、プライベート、自分自身の一人の時間と、あの皆さんとお話しする時間とちょうどいい頃合いで経験できたのは大変良かったですよね。うん、確かに。そう、本当に私、ここ来れてよかったなって、自分変わったなって思うことが多分いくつかあって、まあ一個本当に大きいのが多分時間の使い方がガラリと私は変わりました。具体的にどう変わりました？あのいや、そうなんですよ。平日、私結構仕事漬けで、もう平日に誰かと遊びに行くなんて考えられないみたいな生活がずっと社会人長かったんですよ。うんうん、忙しすぎるっていうことですね。うん。まあそうですね。まあ仕事がすごい好きなので、結構やりすぎちゃう、気質もあるんですけど、だから平日の夜にこう仕事が終わった後になんか喋れるとか、あとは、まあ仕事でちょっと悩んだことがあっても、共用部の意外といろんな人がいるので、職種本当に皆さんバラバラなので、例えばちょっとマーケティングの知見欲しいんだよねってなったら、マーケティングに強い子にすぐに気軽に声かけられるとか、そう全然やっぱり普段の生活の中で会えない人たちと気軽にふらりと会えるから、本当にそれは時間の使い方変わったなって思ってますね。確かに会社が違う、業界は違うからこそ、まあ、会社が違うとフラットに話せるし、気兼ねなく話せるっていうところ、悩みをっていうところも大きいし、サラが言ってくれたみたいに他の会社業界の知見を得られるのってでかいですね。それとそういった意味での人との出会いが大きいってことですよね。そうですね。いや、そう。もう私たちずっと言ってるけど、本当に人に恵まれてて、その大きな人との出会いって多分、このソーシャルアパートメントかなと思ってて。本当に意外とね、意外とっていうとあれですけど、私最初入った時なんか、すごい皆さんパーティーすごい好きな人たちで、もうついていけるかなって正直いや、私も思いましたよ。私も入居して半年くらいはそんな風に思ってました。半年結構長いですね。長いですね。まあ、半年弱ぐらいかな。はい。うん。同じように思ってました。もちろんパーティーに顔は出したり、2、3回したんですけど、あの、じゃあもうすでに出来上がっている、パーティーの輪がある中に入っていって迷惑じゃないだろうかとか、いろいろぐちゃぐちゃ考えちゃったりとかもしながらですね。うん。あー、わかる。確かに、そう、最初、いや、そう、本当やっぱり、お酒みんな飲みながら、飲み交わしながら話すみたいな感じだったので、まあ、第一印象は結構こう、めっちゃハイテンションな人多いなっていう感じだったんですけど、どんどん知っていくと、皆さん本当になんか社会人としてしっかりしている上で、ちゃんとしっかり遊んでる人たちが多いなと思ってて、そうですね。もうワークもプレイもハードみたいな感じでそうですね。時間の使い方が皆さんうまいですよね。うん。うまい、めちゃくちゃうまい、面白いですよね。時間の使い方が変わったにも生きてきたんだろうなと思いながら。ううん。ん。確かに、役員クラスの方とかもね、すごい面白いみたいな話、そういえばしましたよね、一緒に。あ、そうですね。しました、しました。ありがとうございます。思い出させてもらいました。ありがとう。そうですね。
リモート、そうですよ。サラが冒頭で話してくれたんですけど、その共用部の中にリモートワークのスペースもあって、そこにコンセントさしてみんな黙々と仕事をしつつ、ちょっとミーティングが入りますってなると、みんなに断りを入れて会議していい内容であればそこで会議するっていうところなんですけど、一緒にお仕事リモートワークの部屋でしている人の中に役員の方が一人いらっしゃってですね、その方のなんて言うんでしょう、ファシリテーションの仕方だったりだとか、ちょっと盗み聞くの良くないのかもしれないんで、ちょっとグレーかもしれないんですけど、はい、大変参考にさせていただきながら、こんな風に進めるとうまく結論を引き出せるんだとか、あとは休憩の仕方とかですかね。もう勉強になりましたかね、私は。確かに。そうですよね。本当に生活リズムも専門性も趣味思考も違うし、あとは同じね、施設の中で住んでるんですけど、やっぱり場所、施設内の場所によって、やっぱり皆さん、結構使い分けてる人たちが多いかなと思ってて、集中したいときはここの集中スペースにいるとか、やっぱり話したいときはキッチン周りにいるとか、ちょっと仕事もやりたいし、気軽にちょっと周りにも相談とかしたいなって思ったら、普通に共用部の奥の方の談話室みたいなところにいるとか、なんかね、場所の使い方をみんな結構、一日のうちになんか移動する人も結構いらっしゃるなと思ってて、そう。そうですね。もう朝昼夜で変えてる人とか、曜日固定的に決めてらっしゃるのかなみたいな人とかね。あるいはもうずっとここにいますみたいな、それぞれなんですけど、まあそういった形で自分自身の集中しやすい場所をその時々で選びながら、自分のその心地よいところを選ぶのが上手い人たちだなとね思いながらいましたし、あとはセンターの部分に大きなキッチンがあるので、そこが人がつながる場所でもありましたよね。いや、あれ本当に大きいと思う。キッチンが、そうそうそう、特にね、大きいキッチンが3つ ?4 つ全部計で4つ。うん、4つかな、はい。うん。あそこでやっぱり結構料理しない人も料理する人もみんなあそこにみんな一旦集まって、やっぱ食が人をつなげるっていうその言葉の意味を本当に体感できましたね、この3年間。本当に同じ釜の飯を食うってよく言ったの昔の方々って思いましたよね。もう同じ、そこで、料理しない人もレンジがあるので、そこに、コンビニで買ったご飯などをレンジでチンしに来るだけの人もいれば、ただゴミを自分の部屋で捨てたくないのでそこで食べてっていう形で、作る人と一緒に会話しながらご飯食べてたりだとか、で作るのが得意な方に関しては作ってみんなに食べてみるっていうところで会話が生まれたりとか、なんか私自身もよく得意な人にご飯を作ってもらって食べさせてもらって、こんなにみんな料理奥深いんだ、料理について知識が深いんだっていうのを学ばせてもらった立場なんですけど、そういった意味でも食が人をつなげるをもう体感しましたし、そこで食べながら、同じものを食べながら会話を広げていくとすごく仲良くなりやすいような感覚もありましたよね。うん、確かに。なんか結構話好きな人が多いのかしらね。そうですね。自分自身の時間も大切にしながら、人と話すのも好きっていうところで、深く、最初パーティーの話出ましたけど、結構深く人と話すのが好きな人たちが、私たちが住んでた、ソーシャルアパートメントには多かったかなと思いますね。そのバランスがちょうどいいっていうんですかね。ちょうどいいからこそ、その場所を選んでるのかもしれないんですけど、初めに。うんうん。うん。そうですね、そうですね、確かに。いや、確かにな。思い返すと、多分、結構口下手な方ももちろんいらっしゃれば、そもそもなんか日本語が通じない方とか、英語とかの会話の方がやっぱり得意ですっていう方もいらっしゃるから、多分言語というよりは、そう、だから本当に根幹、なんか人との、
インタラクションとかがやっぱり好きなんだよねとか、人の習慣とか、人の生活、息づく、その生活を感じるのが好きなんだよねみたいな、そういう人がやっぱり集まってきてる。だからちょっと繊細さを合わせ持ってる人たちが結構多いかなと思いますね。そうですね。その繊細さで言うと、その場所にも反映されてるかなと思っていて、ま東京の中でも、いろいろな場所があると思うんですけども、あの、ザ中心地というよりかは、少し郊外に寄ってるようなところに、ソーシャルアパートメントに私たち住んでましたと。そういったところからも、職場は、より中心地に行かないといけないんだけれども、プライベート、自分の、住む空間は少しちょっと離れて緑もあるみたいなところに住みたいなっていったところを選んでると。そういったところからも、プライベートの空間、自分だけの空間も大事にしつつ、人との関わりも大切で、その繊細さで深い話もしたいみたいな、そういったところになってるのかなっていうところ。うんうんうん。あと、そのサラが今言語の話もしてくれましたけど、私自身もより英語をお仕事以外でも話す機会が欲しいなと思って、でそれが身近にできるところってなんだろうっていうところから、その観点からもソーシャルアパートメントを選んだっていう理由もあってですね、あの日本語があまりまだ話せない外国人の方々に胸を借りて英語を話したっていうところもありましたし、サラ含め日本人なんだけれども英語が流暢な人たちもいたので、英語と日本語を織り交ぜながら会話ができる環境に、約2年入れたっていうのは、今回の留学にあたっても大変、あのーありがたかったなと思いますね。うん、確かに本当になんかこう向上心のあるというか成長意欲とか学習意欲のある方々の中に囲まれて自己研鑽しようって思えたから本当にいいペースメーカー、ペースメーカーっていうのもあれですけど本当にねいい関係でしたね。そうですね。もう何より、あのサラを無理やりにフランスに連れて行った感がある香りなんでいや、冗談ですよ。冗談。そんなことはないけどでも本当いい機会本当マジでいい機会をもらってると思ってます私は。そうですね。そこで、そういった意味でも含めて、人との出会いで大きなきっかけが生まれて、今こうやってネイバーズ坂も生まれましたから、うん、うん、確かに確かに。ね、ね、ソーシャルアパートメントがなければ、留学をしよう。それがフランスになりました。そして今、ポッドキャストやってますってこともなかったってことになるんじゃないかなと思うので、そういった点で大きな出会い、何かのきっかけがソーシャルアパートメントに住むと生まれるかもしれないよっていうところが住んでみて良かったところなのかな。そうソーシャルアパートメントの PR みたいになりましたね。回しもんみたい。本当ですね。何にももらってませんよ。確かに、いや逆になんか、あれどうですかソーシャルアパートメント住んでみて、なんかこれはちょっとなって思ったことありました？そうですね。そうですね。そこで言うと、最初にサラが説明してくれたように70人とかね、住んでるので、やっぱりいろんな考え方が分かれてくるんですよね。共用部でそれでも暮らしていくってことになるので、ずっと、なんて言うんでしょう、お部屋で、過ごされていて、共用部に降りてこない方だと、そもそも接する機会はないんですけれども、時々降りてくる方だと、考えがいろいろあると、やっぱぶつかる場合もあるんですよね。共用部の使い方に関して。でそこに関してじゃあどのようにルールメイキングしていくのかすべきなのかっていったところはなかなか難しいところもねあるなというところはありました。例えばなんだろ明文化するのって難しいんですけれど、リモートワークのスペースなり何かしら、ご飯食べるスペースなりにずっとその荷物を置いてしまう人がいますとか、ただそれ何日だと絶対ダメですみたいなところはないけれども、じゃあその荷物どうしますかみたいなところが、具体例を出すとあったりだとか、うんうん、
なんかそういうところが、まどうしたらみんなが全体最適で心地よく過ごせるのかっていったところをつどつどみんなで話し合いながらっていうところではあるんですけど、コミュニケーションのやり方が、分かりやすいところで言うと言語が違うっていうところもありますし、どういう話し方がその人に刺さるのかみたいなところも含めて各々違ってくるので、そこは難しいなと。仕事でもそういうことってあると思うんですけど、バックグラウンドが違った中で一緒の空間で過ごすっていうのは難しい部分もあるな。でもそこが面白さでもあるんですけど、うん、ネガティブなポイントも出てきやすいかなと思いましたかね。サラはありますか？私は、なんか具体的なところで言うと、やっぱりパーティーとかは、やっぱり交流を促進するコンセプトなので、やっぱり夜とか結構、パーティーあったりするんですけど、その騒音被害とかはやっぱりありましたね。なんか何回かアルソック呼ばれてきたりとか。それ、そこまで話していただけてありがとうございます。そうですね。はい。ちょっとね、PR ではないので、ざっくばらんに言うと、そういうことはもちろんあるので、私の場合はね、共用部からちょっとやや住んでる自分のセールスペース遠いところもあって、特にそこに本当に困るみたいなことはないんですけど、ちょっとそのパーティースペースとか共用部に家が近い方で、特にそういう生活音とかが気になる方だとちょっとしんどいかもしれないですね。そうですね。それを、いや、ソーシャルアパートメントっていう共用部分もあるところに住むんだから、ある程度は我慢できますっていう、なんて言うんだろう。程度が、やっぱり言語化が難しいじゃないですか。感覚になってくるので。うん、その中でじゃあどこをルールとして設けますかっていったところで、じゃあ10時ですよねとかっていうのがあったりだとかはしてくるんですけど、とはいうものの、10時よりも前に静かにしていたい寝たいんですっていう方もいらっしゃったりだとか、じゃあ10時ぴったりに何か全部いきなり無音にできますかっていうとなかなか難しい部分もあったりだとか、楽しいパーティーだとねっていうところもあったり、そういったところも含めて、うん、どう意見をすり合わせていくのかっていったところは勉強になりましたよね。うん。そう、全体の LINE グループとかがあるので、そこで、いついつイベントやりますよとか、あとは共有分のこれ、そろそろ返却されてないので返却してくださいみたいな声掛けはあったりはするので、本当にみんな助け合って、進めていける。そこのコミュニケーションがやっぱりちょっと最初、ハードル高いとは思うんですけど、そこにいかに入り込めるかで、かなり、ソーシャルアパートメントで得るものは違ったのかなとは思います。そうですね。そこの、なんて言うんでしょう、仕事ではないんですけれども、みんなで協力して生活するには、どんな風に会話したらいいのかなとかっていったところを考える力っていうのは、これから先の学生生活でも役に立つものを、経験させてもらったかなとも思うので、ちょっと結果的に住んでみてよかった話になっちゃうんですけど、うんうん。そこもそこも勉強になった、うん、かなと思います。あとすいません、ちょっと追加させてもらうと、やっぱりネガティブな部分と、あとなんだろうな、もしちょっとソーシャルアパートメントに住んでみたいなって方がいたらなんですけど、何を自分の生活で重視したいのかっていったところを改めて振り返る機会にもなるかなと思います。というのも、例えば私たちが住んでいたところだと、水回りはお部屋の中にあるんですけど、少し古いものになってたかなと思います。で、ちょっと古いので、それに関してご不満がある人たちもいたかなと思っていて、私もその一人なんですけど、はい。私もそうです。はい。あ、そうでしたか。あれ、皆さんかなそういうね、人たちも多かったかなと思いますと。ただ、そういうネガティブな部分はあるんだけれども、それを上回る住んでよかったところがあるから、3年住んだり、2年住んだりっていったところになるかなと思いますと。で、共用部があって、占有部に何がないのか、あるのか、みたいなところを、ご興味がある方は物件を見比べていただいて、
どれだったら自分が心地いいのかなみたいなところを見ながらやっていただくといいのかなと思いますし、それでも先ほど住んでみて難しかったようなポイントっていうのは出てくるかなと思うんですけど、私たちも結果的に良かったが上回っているので、何か参考にねしてもらえると嬉しいですよね。うん、そうですね。ソーシャルアパートメントに限らず、多分シェアハウスとか、こういった似たようなコンセプトのところあると思うので、もし興味があるっていう方は、全然もし今抵抗感感じてるんだったら一回飛び込んでもいいんじゃないかっていう風にちょっと、背中を押させてください。そうですね。大人になって友達ができてよかった。これ小学生の感想みたいですけど。かわいい。いや、でもそう、本当にそう、年齢、なんかこんな年齢高い、あの、人が入っていいのかしらって不安に思ってる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、全然いい。ここのソーシャルアパートメントも上、何歳ですかね？ 50 代の方とかもいらっしゃいますよね。そうですね。本当に20代前半の方から、そうですね、50代の方までいらっしゃって、もいろんな経験をして海外に行って帰ってきましたとか、ご結婚されて離婚されましたとか、いろんなお子様がいらっしゃいましたとか、なんかいろいろあるんですけど、いろんなその人生の先輩も含めて、年齢問わず友達になれるっていうところも大きかったかなと思います。そうですね。なんかこう排他的に排除するみたいなことが実はなくって、なんかどっちかっていうと、あ、人と違うんだあなたって、面白い人だねって思う方がすごく多い印象なんですよ。こういうところに来る方は。はい。すごいコミュニケーションポジティブ。うん。確かに確かに、そこが面白いなと思っていただけるんじゃないかなと。その一つの会社じゃなくって、横のつながりとして、いろんな年齢層がいるっていうのはなかなか社会人になると難しいのかなと思うので、趣味も違う部分もありながら、でも一つ同じ場所を選んで住んでるっていうところが、価値観を広げるっていう点でも良かったかなと、勉強になるかなと思います。で、何個か前に、人付き合いの話を私たちさせていただいた回があったかなと思いますと、2個前かな、はい、のところでさせていただいたかなと思うんですけども、その中でもソーシャルアパートメントで、得たこととして、その人付き合いにもいろんなグラデーションがあっていいよねっていう話をしましたと。だからそういった点でいろんな価値観があって、じゃあすごく合う人、合わない人もしかしたらいるかもしれないんですけれども、その中でその人のどこと付き合うかみたいなところにいろんなグラデーションがある、それこそが面白いみたいなところもソーシャルアパートメントの醍醐味だったかなと思います。うんうんうん。そう、結局やっぱりソーシャルアパートメント良かったねっていう話になりそうですね。すごい回し物。回し物になっちゃった。うん。そうなるんですけども、結局一番は人との出会い。そうね、本当に人との出会いを大事にしていこう。これからも。そう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 ね。そういうところで私たちソーシャルアパートメント住んでみてよかったが多すぎるんじゃないかっていうところのある種批判を受けるかもしれないんですけど、いやでもここは自信を持ってぜひお勧めしたい。まあ、向き不向きとかはあるかもしれないけど、興味があればぜひ。はい。といったところですかね。はい、ありがとうございます。といったところで、今回はここまでにいたしておきましょう。すでに30分超えてるじゃんっていう話なんですけど。もうデフォルトですね。はい。はい。それでは、ネイバーズ坂では皆様からのメッセージをお待ちしております。今回、楽しんでいただけたでしょうか。また、もしね、質問やコメントございましたら、番組メールアドレス、ネイバーズ坂@gmail.com、ネイバーズ坂@gmail.com までお送りください。Spotify、YouTube、Podcast など番組ページのフォローも引き続きよろしくお願いいたします。
それではまた金曜日、来週の夕方5時にネイバーズ坂でお会いいたしましょう。ここまでのお相手はサラと香りでした。おばば。おばばー。